公暦3910年、カイサー・ケルドラによる知性のもと、トリスビアスの予言が知れ渡る。各都市国家から来た黄金栄の英雄、豪傑、賢者が次々と戦いに身を投じ、後世に数々の伝説を残した。これが第一次火を追う旅である。公暦3928年、閉校の月、カイサーがオクヘイマに君臨して18年目。ああ、先に言っておくが、歴史に記録されるような大事件があったわけではない。これはありふれたとある午後の議事ホールでの話だ。キングス・ギャンビット、つまりいち早く兵を出すことで主導権を握るということだろうか。剣気教もチェスを理解してきたようだな。だが呪帝の攻略に何手も先まで読む必要はないだろう。アポロニウスの剣石学派を除き、4つの学派は駒が揃っていないからな。もし賢人が7人いれば、それなりに面白くなっただろうが。どうするつもりだ？敵を知り己を知れば、百戦して危うからずだ。火を追う旅を始めた以上、黄金栄とタイタンの研究は必須。専門の学者が必要になる。その研究は神への冒涜だろう。サーシスを敬う呪帝がそんな異端を許すだろうか。急ぐ必要はない。すでに呪帝は様々な分野を研究し尽くした。タイタンがダメなら大知獣でも研究するか？もっと高くたくましくかつ従順な大知獣を乗り物に欲しがっているのは誰だったか。今の最重要目標はやはりモネータの火種だ。金織教の近況は？そろそろ元老院の事務を任せたい。カイサー、彼女に渡したいのはロマンの真剣だけではない。違うか？その通りだ。火を追う旅は喪失の道。万全を期さなければならない。あれは優しく芯もあるが経験が足りない。それにお嬢様気質だからか情に流されやすくもある。これもお前と運命鏡が過保護だからだ。今のままでは1000年後も変わらないぞ。大げさだ。あの子の剣が様になってきたと君も褒めていたのに、あっという間に大人になる。1000年か。カイサー、1000年後のオクヘイマはどうなっているだろうな。1000年後も変わらずオンパロスの中心さ。全ての都市国家が我々の進化だからな。クレムノスの王でさえオクヘイマの子供のままごとに付き合うほかないだろう。オクヘイマには各地から人材が集まり、出自を問わず誰もが平和に暮らせる。その頃にはエーグルも討伐し、神罰も消えているだろう。天幕の外に何があるのか見てみたいものだ。なら1000年後に呪帝の大知獣学派が空飛ぶ大知獣を育て、君を天外に連れて行くことを願おう。それなら1000年後のケファレが巨大な猫になってお前の煮干しを平らげることを心配する方がマシだ。となると1000年後のカイザーサラダには野菜とパンしか入っていないな。魚はないんだろう。僕の名を許すべきではなかったか。カイザー、私たちはその日を見られるだろうか。さあな。だが1000年後必ず誰かが火を追う旅を記録し、永遠に歌い継がれる女子誌に織り上げるだろう。今の会話は野心だと思われそうだ。それがなんだ。分厚い女子誌なら玉座に敷いてやろう。